いるわいるわいるわなかなか刺激的な話になりますが自分らしさがより発揮されていく大倍通りじゃないですか、野川真司だと思ってるんでって言ったら別室に連れてかれて、ちょっと終わったら部屋来てとか言って鼻で笑われましたね。その時の鼻で笑ってきた感がすごい心残ってて、俺の中で絶対いつか見返してる後悔で、普通だったらもうやめちゃうね、これもう俺みたいな人がね、あともう一個ね、また生々しい話です。組織からお役ごめんな感じで、三類の豪敵。須田では三類の豪敵について記されている20行の下を具体的に見ていきたいと思います。これらの下はいずれも菩薩の誓いの言葉です。斉藤、法東本で説かれた六難悔いの六難が現実にはどういう形で現れるのか、そのことを説いたのが20行の下であるとも言えます。須田20行といっても妙法蓮華経並びに解決では40行になっていますが、4句からなる1下を1行として20行になっているわけです。斉藤、20行のうち次に述べるところからが三類の豪敵への言及になります。すなわち多くの無知の人々が私たちの悪口を言ったり罵ったりしても、また刀で切りつけ杖で打っても私たちは皆耐えていきます。この門は妙楽大師が示したように三類の豪敵のうち俗衆増上慢を明かしたところです。須田仏法に無知な在家の男女が法華経の行者に対して言論の暴力と肉体的暴力を加えるということです。これは創価学会のことについてはネットでは悪口言われますし、肉体的暴力ってことはないと思いますけどもね。裏ではあるかもしれんけどね。実際にはどうでしょう。そういうことを経験された方もいるかもしれないし、今っていう時代ではないかもしれんけど、昔はあったかもしれないよね。これ早期ぐらいは、早々期とかはなんかあったって話ですよね。なんか揉め事っていうかね。言論の暴力は今でもあることです。そうですね。池田、一口に言論の暴力というが、アックメリは1回や2回なら耐えられます。しかし大勢の人々から絶えずアックメリされたら、その圧迫は筆舌に尽くしがたい。これは池田先生が一番体感されたところだと思いますので、最も集中放火されたというか、トップに立つ人間はどうしても避けられんでしょうね。これは先生が言われるからこそ重たく、また真実に聞こえるということです。ここは説得力が違いますわ。そういうことです。アラン、フランスの哲学者は、至る所で絶えず呪詛を加えられたらそれに抵抗し得る人間はおそらく一人もいないであろう。呪詛された人は自分の滅亡に向かって走っていくと言っている。本当にそうだと思う。直接に被害を受けた人でなければわからないでしょう。しかしそれでも悠々と人々を抱擁しながら前進していくのが真の菩薩なのです。遠藤、俗衆増上慢は仏法の皇帝先人については何も知りません。なのに迫害するのは、一つには第二の道門増上慢、第三の戦勝増上慢に動かされているのですね。他宗の坊さんとかが創価学会を叩いてるから、やっぱ創価学会は悪いんじゃないかみたいなことを言ってることはね、よくわかんないけど坊さんが言ってたぞみたいなことでしょ。レベルの低いアンチコメントね。そう自分の判断っていうよりかはあの人が言ってたんだからみたいな。斉藤、自ら真実を見極めようとせず権威に寄りかかって商法に敵対してしまう。そこに大きな特色があるように思われます。池田、権威への猛獣種。自らは聖者を判別する力がないために権威に寄りかかって動かされてしまう。だからこそ民衆を賢明にする以外にない。だってその坊さんだって文とかのね、某雑誌とかでこんなこと書いてあったぞ、だから創価学会はダメなんだみたいなことを言ってるぐらい、創価学会を叩く餌としてそういう雑誌とかネットのネタとかを使ってるわけだから、今もう権威だからな、そういうマスコミ、ある意味。そうね、世論を動かすにはメディアってすごい力を持ってますからね。坊さんでさえその権威に盲従しちゃってるってことだよ。やったの？知ったの？入って体験したのっていうところが大事ですよね。創価学会って言ってもいろいろいますから、創価学会に、そのこの一つの何かで全体を捉えようとするっていうね、ですけど、良くない方向の1を知って10を知るっていうと使い方やね。そうだね。それはどこ行ってもあるかな。俗衆上場マンはその辺って感じがするな。
数は多いけどあんまりおつむがよろしくないかと。ただ量が多いから、ねえ、それが耐えられるかってことだね。物量作戦か。アンチコメントがあまりにもうんずっと来続けた場合、それでも換気保てる人はなかなか難しいっていう、いわゆる大炎上ってやつね。そうそれでも換気はなくならない、負けない、もうそれはもうスタミナがあるってことだし、まあそういうことだもうね。永遠のスタミナがないと、それが永遠の生命と言われる物価のことでございますよ、これ。すごいね。それをとりあえず上に持ってこんと耐えられない、耐えられんわね。でも池田先生はその常に言われ続けた中で、ずーっと穏やかで歓喜でもうなんか励まし続けていたわけじゃないですか、もう何にも負けてないですよね。まあちょっと裏では知らんけど。まあこれから学んでいけば分かるんですけど、そうですね。もう亡くなるギリギリまで励まし続けられたし、そうね。ただ若い時の池田先生は苦しんでた時もありますよ。いやそりゃそうでしょう。だって人間だもの。それもまた学ぶ時聞きますけどね、戦争上場マンっていうのがいかに強い力なのかっていうのもまあおいおい出てきますが、遠藤、次は同門増上マンです。アクセの中のビクは横島な知恵があり心が曲がっており、まだ悟りを得ていないのに得たと思い込んで自身に執着する心が充満していますと。須田、これは出家者であり邪智にして心が天国であるところに特徴があります。斉藤、仏法について勉強してはいるがあくまで邪智に過ぎないと。天国とは強いものに対しては自分を曲げてへつらいペコペコする、弱いと分かると威張る生命です。須田、少しばかり仏法を知っているためにかえってたちが悪いですね。真実を覆い隠すだけでなく仏の教えを自分の都合のいいように平気でねじ曲げてしまう。池田、だからもっと優れた教えがあると言われると喜ぶべきなのにかえって怒り出す。自分より優れている人と法を素直に尊敬できない、慢心です。いうことでございましてね、ここからがまたここが大事なところでございましてね。今の最後のところすごいね、いるわいるわ感じましたかなっていうところでございますが、これ大事なことはね、この当時のことで言えばね、主に宗門のことを指してるんですよ。まあ当時のことっていう考えだとそういうこと、まあそういうことになりますね、でも私たちは宗門と関わりがないでございまして、今はそうですね、だから宗門っていうよりかは内部でございますわな、これ内部のことでございますね。僕なんかはもう本当にこれちょっとね、なかなか刺激的な話になりますが信心を信仰しようと思って一番信心をやめさせられようとしたのは幹部だからね、これ。なんでやねん。いきなり家に家庭訪問できてやな、人材グループ勧められて、このままだったらいいよって姿形でいいよ、そのままでいいよって言ってたのに、なんか2人ともちょっと殺伐した感じで髪の毛のことをなんか勇気出してみたいな感じで髪の毛を切ってほしいとかさ感じで来るみたいなとかもびっくりしたし、今は笑えるけど、当時はかなりなんでそんなに怒られんといかんのっていうのがあって、もうありましたよね。まずこれが第一だった、自分らしさがより発揮されていく大倍通りじゃないですか、のが信心だと思ってるので、自分らしくやっていきたいっていうようなことを面接の時にね、面接のなんか人にも言われたんですよ。髪の毛を黒くできるかいみたいなことを。できるかい俺以外にも言ってて、俺以外の他もなんか染めてる子がいたけど、できるかいとか言って、隣の子はなんか、はいみたいなこと言ってたけど、俺はちょっと別にこのままでいいって言われてきてるしみたいな感じで、なんでっていうねって言ったら別室に連れてかれて、ちょっと終わったら部屋来てとか言って説教始まるんですよ、これで。自分らしく、信心やっていきたいっていうだけで、それこそ池田先生は妙法のミケランジェロが現れてほしいっていうようなね、ことを言われて、いろんなファッションデザイナーとかいろんな奇抜なファッションが出てくる、新しいファッションが出てくるみたいなこともあるかもしれないですよね、学会の中でみたいな話してて、鼻で笑われましてね、そんなことよりまず家庭訪問しようよみたいな感じで言われちゃうみたいな。家庭訪問もする時は来ると思いますけど、自分らしくやっていく中で、っていう話をこうしてたんだけど、その時の鼻で笑ってきた幹部がすごい
心残ってて俺の中で、うんうんもう今はもうそんなことはないけど、うん当時はまだ弱かったんでね、そりゃそうでしょうね。絶対いつか見返してるじゃないけど、うん教会で言うのは普通だったらもうやめちゃうね、これもまあそうですね。う俺みたいな人がね。うんこれまず壁2つぐらいありましたわ、これでまず分かったもん。これはやめさせようとしてくる間だなと思って、こういうの同門上場マンだなっていうなと思った、あともう一個ね、また生々しい話です。うんもうかなり本読みましたから、僕はもう人間革命もうかなりのうんで、今こういうことやってますやんか、こういう教学を通じてうんやっていきましょうみたいなやつね。これを座談会とかでやろうかなと思ったわけですよ。うんうん青年部が主体でなんかやってほしいって、うん去年とかそういう感じだったから、あったね。でやったんですけど、なんか、幹部の方と一緒にこうやって対話形式みたいな形でやる、で最初の方にペレストロイカっていう言葉出てくる。うんでペレストロイカって何だったっけみたいな感じでこう言葉が出てこなかったみたいなね、うん幹部の方が。でその後になんか恥かかされたみたいな感じのことで、もうなんか心傷ついたとか言ってうんなって、しばらく活動を休止するみたいなことになったから、これをもうやめることに決めたっていうことを地区部長が決めたって、地区部長じゃない2人がなんか来てそういうふうに決めたらしいっていきなり言われて、うんっていう感じやんか。なんかうまくいかないですよねこれ。難しいね。組織からお役ごめんな感じで。それもおかしな話だよね。まあ確かになんかこうやっぱ知識マウント取られたみたいな感じで思われたんでしょうけど、まあそれはそれとして、じゃあそこを取り持ってでどう解決していくのかっていう、その問題解決に対してコミットしてないっていう、その今の幹部の2人っていうのかな、今の話聞いてるとそこをやるのが中道じゃないの、その通りその通り。何してんだろうっていうのは僕は思いますけどね。シンプルに前回代打バッタ本で、代打だった本でやった代打だった本ですね、やった台場だったのねでやった嫉妬の心でございますよな。まあそうですんじゃんか。教学で言ったらかなり、この田舎の方で言えばね、自分がかなり突出してるっていう、もう言わざるを得ない、もう先生の指導を通して自分はこういうふうにやっていきたいっていうことを言って、ここは変えていった方がいいとかいうことをどんどん言ってたんで、そういうことを言う人がいなかったんですね、あんまり。ちょっと戸惑ってたというか、自分もなんだろうね、今だったら言い方考えるかもしれんけど、なんだろう、こういう若者もいるよっていう意味合いでどんどん意見言ってた、率直に。耳が痛いっていうのもあったろうし、嫉妬の心、これでなんて言うんでしょう、嫉妬をエネルギーにしていくっていうのが大事でさ。いや大事大事。俺より分かってるかもしれない、いや曲げないぞって言って、もっともっと本で読んでやるみたいな、この子より読んでやるぞとか言って、なっていったら俺も嬉しいし、こう切磋琢磨していくわけ。そうだね。これ嫉妬をエネルギーにできるか、できなかったらもうただ排除するだけなんですよね。お花畑多すぎるよ正直ね。そう最近はねその辺を大事にはしてるんですけど、ああだったらいいな、こうだったらいいなって楽しいなって思えることばっかり考えてる人は多いけど、じゃあ現実どうなの？ほとんど正月に立てた誓いを守れてる人なんていないでしょ、ってことは何かが足らないんだよねっていうので思うのが、今言ったガーネル先生が言った嫉妬の心をエネルギーに転換する、これができてないからすぐ負けて折れちゃって、目標達成できないんじゃないかなっていうロジックだと僕は思います。でその第一の原因は嫉妬の生命と向き合うことが逃げてるんですね。そういうことだね。で教学って向き合わざるを得なくなるやん。でそれ、だから新行学って重なるといいんだって、これで向き合った上で題目するから嫉妬の生命が成仏していくんだ。だからその新行学はあれでしょ、どこかが大事とかじゃなくて全部がバランスよく大事で、どんどん回していく、大きくしていくっていうことでしょ。そうです。もう芯がなかったらただこれ嫉妬の生命と向き合わされて苦しいだけですよ。行が大事だ、行が大事だと、いや大事だよって、他はっていう。そういう人はやっぱね、向き合うところからちょっと逃げちゃってるんで、いざそういうところを刺激されちゃうと排除になっちゃうというね、これ課題の一つでございますね。だいぶ問題ですね。でもしこういう経験のある人がいたら、そういうふうに捉えて
マイペースに信心していったらいいと思うんですよね。同門増上マンっていうのは本当に身近になることだと思うので、まあ、これ見てると本当そうですね。そう言わざるを得ないですね。もういろいろありますけど、僕は竹部長とは結合したいですよ言っときますがでもまあ時期があるというかね、タイミングが全然分断をしなくないんですから。そりゃそうだ。いろんな人がいる中でこうね、生々しさも踏まえた上で楽園を築いていく、それ中道ですよね。そうですよね。同門増上マンの内容でございました。戦勝増上マンに行きましょうよ。おー、さらに上。どんな内容？お疲れ。おつもと。